はいどうも皆さんこんにちは。今回は長教の乱についてお話ししていきます。長教の乱というのは戦国時代初期に関東で一大勢力を築き上げていた山内上杉氏と扇ヶ谷上杉氏の間で起きた戦いです。この長教の乱で上杉氏の力は弱まって、その隙に北条早雲が関東へと進出してくることになります。関東の話をするのは久しぶりなので、まずは振り返りから始めていきましょう。室町時代の関東は鎌倉久保足利重氏とそれを補佐する関東管領の上杉氏という形で統治されていました。しかし上杉氏と重氏が対立し争いが勃発。これが享徳の乱でした。こうして関東は2つに分かれて争うことになり、幕府は上杉氏を支援、援軍を差し向けました。この援軍が鎌倉を占拠したことによって重氏は本拠地である鎌倉に戻ることができなくなります。困った重氏が古賀に本拠地を移したことから古賀久保と呼ばれ、幕府によって派遣された足利正友が堀越を本拠地としたことから堀越久保と呼ばれるようになります。その後享徳の乱は終結しますが、関東は2人の久保が並び立つ不安定な状態で戦国時代へと突入していくのです。さてこの頃の山内上杉氏にはある不安がありました。扇ヶ谷上杉氏が力をつけていたことです。というのも太田道灌という人物が関係しています。太田道灌は文武両道の万能型な武将で、後に徳川家康が幕府を開く江戸城を築城したのもこの太田道灌でした。この太田道灌が扇ヶ谷上杉氏の中で大活躍をしていたので、扇ヶ谷上杉氏の力が強まっていたのです。山内上杉氏が扇ヶ谷上杉氏を警戒していたように、扇ヶ谷上杉氏の当主も力をつけてきた太田道灌を警戒するようになっていきます。こうして起こったのが太田道灌暗殺事件でした。道灌の主君である上杉貞政は、道灌は優秀すぎると感じており、下克上を起こすかもしれないと恐れていました。こうして貞政は道灌を館へと呼び出します。そこで風呂に入った道灌は風呂から上がったところを殺されてしまうんです。この太田道灌暗殺に太田氏はもちろん反発していきます。道灌を暗殺するような扇ヶ谷上杉氏には仕えていられない、山内上杉氏に助けを求めようという話になるのです。こうして山内上杉氏は、これはいい口実ができたとして扇ヶ谷上杉氏と対立、長教の乱が勃発するのでした。この長教の乱は大きく見ると扇ヶ谷と山内の対立ですが、関東の勢力が2つに分かれて争います。扇ヶ谷上杉氏は古賀久保に救援を要請して足利重氏を味方につけており、以前から山内上杉氏に不満を抱いていた長尾景晴も山内と戦うならばと扇ヶ谷に味方します。対する山内上杉氏は当主である上杉昭貞の実家越後上杉氏と連絡を取り、上杉貞政を味方に引き入れます。享徳の乱のオールスターメンバーが集う激アツの展開となってまいりました。最初の攻撃は山内上杉氏側の攻撃でした。この戦いを皮切りに関東の各地で戦いが勃発していきますが、両上杉氏ともに消耗し、一度和睦が結ばれています。この和睦中に現れたのが北条早雲、つまり伊勢宗瑞でした。こうして前回の動画につながってきます。宗瑞が敵対した茶々丸は山内上杉氏の仲間でした。こうして宗瑞は扇ヶ谷上杉氏の陣営に参加して関東の戦乱に巻き込まれることになるのです。扇ヶ谷上杉氏は宗瑞に援軍を要請して戦いを再開。山内上杉氏の本拠地である八形城を目指して北へと進軍していきます。こうして両陣営が荒川を挟んで対陣することになるのですが、上杉貞政が川を渡ろうとしたところ落馬して死亡。当主がいなくなった扇ヶ谷上杉氏は総崩れとなり、伊勢宗瑞も帰還することになります。この好機を山内上杉氏は逃しませんでした。山内上杉氏は南下して相模西部を攻撃。狙うは扇ヶ谷上杉氏の城小田原城です。こうして小田原城は山内上杉氏によって占領されて、相模の情勢を一変させていきました。さらにここで動いたのが茶々丸でした。甲斐へと移動していた茶々丸はこの混乱に乗じて南へと進軍。伊豆の北部がピンチとなります。さらに伊豆南部では加納市などの茶々丸派が未だ活動を続けていましたので、宗瑞は苦戦を強いられていくのです。こうして宗瑞は茶々丸と戦っていくことになりますが、劣勢ながらもなんとかこの状況を切り抜けて茶々丸を自害に追い込みます。6年近く続いた茶々丸との戦いはこうして終結し、宗瑞は伊豆を統一、
伊豆一国を治める戦国大名となるのでした。さて、宗隋が伊豆を統一したことで困るのは山内上杉氏です。今まで伊豆に引きつけていた軍勢が相模へと進出してくることが予想されました。そして実際に宗隋は相模へと進出しています。小田原城攻略です。これによって宗隋は相模西部を領国とすることに成功しますが、どのようにして領国としたかはよく分かっていません。しかし、それだけでは頭に残らないだろうと思いますので、高校生向けに有名な伝説を紹介しておきます。この頃の小田原城主は大森藤頼。北条早雲はこの藤頼に贈り物をすることで友好関係を築いていきます。そして十分に信頼関係が出来上がったと判断した時に手紙を書き、伊豆で鹿狩りをしていたら鹿がそちらに逃げてしまった。伊豆に追い返すために人員を派遣してもいいだろうかと許可を取るのです。早雲に心を許していた大森藤頼はこれを許可。早雲はこっそりと軍勢を送り込みます。その夜、1000頭の牛に松明をつけ、小田原城へと差し向けると、大軍が押し寄せてきたと勘違いした藤頼は逃げ出してしまい、早雲は戦わずして小田原城を奪い取ったという伝説です。このような伝説が有名なので、小田原駅前にはこの伝説を元にした北条早雲の銅像があります。それでは調教の乱がどのように終わったのかについて話していきましょう。この頃は山内上杉氏が優勢となっており、扇ヶ谷上杉氏の本拠地である川越城やもう一つの重要拠点である江戸城を攻撃していました。劣勢に立たされた扇ヶ谷上杉氏は伊勢宗隋と今川氏親に援軍を要請し、扇ヶ谷上杉氏と合流して山内上杉氏を追い払います。しかし宗隋と氏親の援軍によりボコボコにされた山内上杉氏は実家の越後上杉氏に援軍を要請します。こうして越後上杉氏から援軍が送られて、山内と越後の連合軍と扇ヶ谷上杉氏が戦うことになります。この戦いで扇ヶ谷上杉氏はボコボコにされ、川越城は総攻撃を受けました。こうして川越城は落城し、扇ヶ谷上杉氏は降参。太田道灌暗殺から20年近く続いていた調教の乱はこうして終結するのでした。さて、いかがだったでしょうか。こうして両上杉氏の戦いは終わり、扇ヶ谷上杉氏の当主は出家して江戸城へと移り隠居。新しく当主となったのが上杉友興でした。この調教の乱終結は宗隋にも大きな影響を与えており、扇ヶ谷上杉氏との連携が解消されています。こうして宗隋は今まで仲間だった扇ヶ谷上杉氏と戦うことになっていくのです。ということで次の動画では栄翔の乱についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。